今日は、2025年9月22日の乙女座新月についてお話をしていきます。今回の乙女座新月は、29度ですね。乙女座の29度で起こるんですけど、これは本当に最後の方の度数らしくて、すごくこの乙女座って言ったら整理整頓するっていうような星座なんですけど、それがもう凝縮されているような度数であるっていうことと、あとそれが1ハウスで起こってるっていうので、なんて言いますか、もう本当に最終的な総仕上げの段階に入ってきているなって思うんですよね。それはなんか私の人生も本当にそうだなって思うんですけど、私乙女座なんですね。だからその整えるっていうことは、基本やっぱり乙女座なんで好きなんですよ。で、整えるって例えばだけど、ただ片付けるのももちろん大事ですよ。家を片付けるとか、そういうルーティーンをするとか、美味しいご飯を食べるとか、そういうのもすっごく大事だし、あとやっぱり心を整えるってことですよね。例えばなんだろうな、その友達と変な関係になっちゃったら、なんで変なおかしな関係になっちゃったんだろうっていうふうにちょっと掘り下げてみたり、なんかこう会社の人とちょっと馬が合わないっていうか、どう会話を持っていったらいいかわからないとか、どうしてそういうふうに思うんだろうとか、例えばママ友みたいな人とちょっとなんか、なんて言うんだろう、こううまく折り合いがつかないみたいな、どうしてそう思うんだろうとか、そういう細かいことを結構一個一個掘り下げてクリアにしていくと、実はほとんど人間関係に悩みがないっていうか、なんて言うんでしょうね、結構クリーンになるんですよね。例えば旦那さんといつも喧嘩しちゃうとかも、何か自分の中の心のわだかまりがあって喧嘩しちゃうとか、そういうのもいろいろあって、子供との関係性がうまくいかないとかで、そういうのを結構一個一個、なんでそうなるんだろうって、書いてもいいですし、もし瞑想とかできる方は瞑想とかしてみてもいいし、掘り下げていくとさ、本当にもうまっすぐな道っていうか、ほぼそういう悩みはないんですよね。だからそこがもう整えていく、人間関係のをクリーンにして、自分の生き方、どのよ一日をどのように使っていくか、そのお家をきれいにするのも毎日じゃなくていいっていうか、自分で3日に一遍って決めてるんだったら、もう3日に一遍とか、洗濯もね毎日しないで、自分のペース、自分の家族が何日かに一遍ぐらいで間に合うような感じであればそれぐらいであるとか、あとご飯もどういう感じで食べるのが健康にいいのかなってことだったり、やっぱりちょっと運動してあげた方がいいかなとか、そういうことをなんか決めるっていうか、ルーティンの中で整えていくと、やっぱりさ、人間って美味しいものを食べたいし、美味しいって言っても贅沢なものっていう意味じゃなくて、自分の体が本当に欲しているものを食べたいし、そういうのを食べていったり、あと過度な運動も全然必要なくて、やっぱり人間ってさ、動きたいんですよね。運動したいっていうか、動きたいで、それを自分の中で見極めて、ある程度動いてあげると、体調ってすっごいやっぱ整っていくわけですよね。その話がちょっと前後しちゃって申し訳ないんですけど、やっぱりその
例えば子供とのね会話をちゃんと作って、この子はどういう気持ちなのか、どういう状況なのかっていうのを必ず一日でちゃんと心を合わせる時間を作るとか、例えばやっぱりパートナーはなんかあなたが悪いんだって言いやすい存在だけど、やっぱり感謝をするような姿勢を見せていくだとか、何か自分の中のなんて言うんだろう、姿勢ですよね。そういうものに対して見直していくと、いろんなことがスムーズになっていくと思います。それで今回は整えるっていうことが本当に強くフォーカスされていると思うんですけど、どうして整えるのかって言ったら、最終的に私たちは整えた自分で社会に参加していかなければいけないわけなんです。そしてもしもどうやって社会に参加したらいいのかっていうところまでイメージがちゃんと湧いている方だったら、それもプランを立てていく。例えばだったら、私はもうこの YouTube 配信は2回目で全然人も聞いてないんですけど、でもそういう問題じゃなくて、どういうふうに配信していくのかっていうことを計画していくとか、どういうようなものを作っていくのかっていうことをプランして練っていくとか、そういうのも整えるっていうことなんですね。例えば会社員とか会社員の方とかで、もうすっごく仕事が忙しいとかってあったとしたら、優先順位を決めるとかね、どれが自分にとって一番優先順位がなのかっていうことを決めたり、あとその小さな成功を積み重ねていくっていうことだったり、自分のやりたいこととできることを考えていくっていうことだったり、結構さやりたいこととできることって何なんだろうってすごく考えると思うんですよね。で、私は先ほどっていうか言ってますけど、西洋占星術の占い師なわけではなくて、本業はチャネラーとかヒーラーなんですけど、何かお題がないと喋れないっていうので、その西洋占星術の今回はどういう新月ですっていう、今回は整える新月ですっていうお題がすごく欲しくて、それでそういうお題を作りながら私の喋りたいことを喋るっていうチャンネルが作りたいなって思ったんですけど、そういうなんていうのかな、自分の個性を見極めた上でやれることを探すとかで、どうやってたらできるのかなっていうのを模索していく。無理なく自分のできる範囲でやっていくとか、そういうのも整えるってことですね。そしてその三次元的な自分、もちろん肉体とかさ、心ですよね、さっきの心の部分とか、仕事っていう部分で、整えるのも大事だし、やっぱり自分の魂とかスピリチュアリティに沿ったものかどうかって、もうそこまで分かる人だったらね、そういうのってさ、分からないって方もいると思うんですよね。どういうことが自分の魂に沿ってることなんだろうかとか、スピリチュアリティって何なのみたいな、むしろ怪しいみたいに思ったり、そういう人もいると思うんだけど、でも結局さ、その自分の奥深いものに沿ったことしかできないと思うんですよね。だから自分の心の奥がどういうことを求めているのかっていうことにやっぱり気づいてあげて、その自分の思いっていうのとつながって表現できるようにしていくといいかなと思います。
そうだからこの新月図っていうのを見ると、1ハウスでの新月に7ハウスに土星と海王星が向かい合ってるっていう状況になっていて、その1ハウスから7ハウスへ、カイトが飛んでるわけですよね。だから自分をどう表現するか、だけどその他者との関わりの中でやっぱり土星だから、なんかこう揺れるは揺れるんだと思うんですよ。なんかこうどうなんだろうって思うから、だからまずはもう自分で自分を信じてあげるっていう、もう体ちゃんと整えて心を整えて、それでどんなに相手がちょっとって思うような行動をしてもちゃんとまっすぐでいられる自分だったり、なんか愛を持てる自分だったり、変に深掘りしないというか悪く思わない自分だったり、そういう心をちゃんと育てていく。そしてもう傷つかない自分だったりもそうだし、でも自分にすごく自信がある自分だったり、そういうものをきちんと育てた上で社会に出ていくっていう、もう準備ですよねっていうのをしていくのが今回の新月かなって思ってます。そしてすごいなんか面白いなって思うのが、 MC が双子座の20度なんですよ。でカフェテリアっていう度数なんですけど、でカフェっていうとさ、もういろんな人がいるじゃないですか。もう全く自分には興味ないようなことをやってる方も座ってるし、なんか、何人かは自分も好きそうな方もいたりとか、年齢層もねバラバラである。でもその中でこう自分も存在していて、その中で調和しているっていう状態だから、自分のこう出してるものっていうのがもしかしたら誰かには理解不能かもしれないし、なんか全然理解されないかもしれないけど、誰かはすごく分かってくれたりして、で全くなんて言うんだろうな、自分とは考え方が違うっていう方も参加していて、だけどその中に自分がいて、自分が存在していていい、自分が自分としてそこにいていいんだっていうのをこう参加表明していくっていうのかな。そういう風に徐々になっていくと思うんです。でも今回はとにかく整えるっていうことにフォーカスしたような新月っていうことになってます。でこの整えるっていう話についてさっきのどうやって人間関係整えていくのとか、どうやって旦那さんと仲良くしていくのとか、どうやってそうやって子供とじゃあいい関係性保っていくのとかって、もっと深掘りした話はできるんですけど、でもそこまで話してるとさすっごく長くなっちゃうから、とりあえずはそこに今回はフォーカスする新月なんだっていうことだけお伝えさせていただきたいなと思っています。ではですね、次は、秋分、もう次の日なんですよ。なんとね9月23日にもうなんと今年は半分じゃないか、半分は6月だよね9月ね、9月になって秋分の日があって、もうすごい強い日が次の23日にありますので、23日の配信をさせていただきたいと思っています。では今回はありがとうございました。ゆうかでした。